はい、今日は食べるわさびを紹介していきます。実の部分ではなく、花わさびだとか葉わさびとかね、茎の上の部分を使った今日はね調理になります。一般的には醤油漬けとかが有名なのですが、醤油とか調味料を入れちゃうと辛みが出づらいかなって経験上思います。なのでもう塩だけでね、塩漬けの状態を今日はね完成とさせてもらいたいと思います。材料の方はこれね、今日は花わさびです。葉わさびでも同じかなと思います。1束 50g、福島県産になります。わさびの本場静岡県、90何%以上静岡かなと思いますが、静岡県産のものを探したところ、この1束で1000円ぐらいしちゃったので、今日はね福島県産のものを使っていきます。そして、密閉する容器、こいつがね大事です。密閉できる容器、あらかじめ煮沸消毒してください。今日のポイントはわさびをいじめて辛みを出す、香りを出すというところと、出した香りを逃がさないっていうこのね2点になります。なので、逃がさないっていうポイントはこの密閉できるこの瓶でね、やっていきたいと思います。そしてわさびの辛みを出すためにどうやっていじめていくのか、わさびをね刺激を与えて、辛みを出していく。この今のねこの状態だと全く辛みとか、香りとかね全然ないんですよ。でこいつに刺激を与えることでわさびのね、独特の香りとか辛みが出てきますんで、それをね有効に与える方法、今日はね紹介していきたいと思います。はい、最初のわさびへの刺激は湯通し。その刺激を与える前にわさびにね、砂糖まぶしておきます。なんで塩じゃなくて砂糖なのかっていうと、以前間違えて塩と間違えてね砂糖でやっちゃったことがあって、でその時にですね普段より辛かったんですね。でなんでかなって調べたら、ちょっと小難しいんですが、浸透圧の関係で、辛みが出やすいと、砂糖の方が間違えた結果、いい方法をねちょっと学習したという形になります。で、わさびはですねなるべくこれ切らないまんまやってください。切っちゃうとそのね切り口からお湯に湯通しするときにね辛み抜けちゃうようなねイメージ僕あるんで、このまんまの状態で、湯通ししていきたいと思います。なのでねこいつが入るような大きい鍋に、お湯を沸かしてもらいたいと思います。はい、わさびの葉っぱね、すぐ入りきるように今日はねフライパンで、やっていこうかなと思います。わさびの葉を茹でる最適な温度というのが70度から80度とされています。今これ沸騰状態にあるので、これも100度になってしまってます。なので、火を止めてですね、温度を下げていこうと思います。そして強制的にここにね差し水をすることによって温度をね調節したいと思います。温度計をこのためにねちょっと買ったりするのはちょっと面倒くさいかなと思いますんで、温度計ある人はしっかりと測ってもらえればいいかなと思います。ない方はもうざっくりね80度にするために差し水してください。1リッターのお水沸騰させた状態に 200ml の水道水、もう水道水の温度で構わないので入れて強制的にね温度を下げました。ここに砂糖をね、まぶしたわさび入れていきます。はい、わさび入れたら全体的にね、お湯がちゃんと浸かるように、しなーっとなってきました。はい、ここでね、なんで100度じゃいけないかというと、加熱をしすぎるとここで辛みが抜けてしまいます。そしてここでねしっかりと火を入れて、辛みが出るきっかけを与えてやらないと、この後ね辛み全然出なくなっちゃいますんで、しっかりとね、浸してこの熱い刺激をわさびに与えてあげましょう。はい、ではざるにあけていきます。しっかりとここで、水気をですね、切ってください。握れれば手でギュッと握って水気を絞ってもらえるのがいいかなと思います。はい、熱いうちにまな板の上に置いて、こいつをね包丁の背で叩いていじめてやります。この刺
刺激がかなり重要です。ここでね、しっかりと繊維を潰してやって刺激を与えると、後々ね、ここからもうじわじわとね、辛み出てきます。はい、ある程度ね、叩き終えたらですね、裏側も叩いていきましょうか。はい、叩き終わったらこいつを刻んでいきます。なるべく細かくね刻んだ方が後々使いやすいです。っていうのはもうこれもうわさびの代わり薬味みたいな感じでこの後使っていくので、バクバクっとね大きくいっぱい食べるっていうわけにはいかないぐらいもう辛いので、少しずつ使うのに便利な小さいサイズもうね細かくするのがいいかなと思います。よし OK。 はい、ここにですね塩漬けなので、塩入れていきます。小さじ1杯分、塩をまぶしていきます。はい、塩を入れたらまたねこれなめろうを作る時みたいに叩いて、混ぜてやりましょう。塩もわさびに対するいじめ、刺激のね一つになりますんで、しっかりと塩が全体になじむように入れてやりましょう。よし OK。 はい、叩き終わって塩も振り終わって混ぜ終わったらいよいよね瓶に入れていきますよ。よいしょ。はい、ぴったりですね。これ密閉するっていうのがねかなり重要になります。まだこれね香りとか風味、できてない状態です。この後こいつをね 3,4 時間、冷蔵庫に置くことによって今与えた刺激いじめた部分から、辛み成分香りっていうのがねどんどん出てきます。なので出てくる最中にねもう漏れないようにこうしっかりと密閉してやって、こいつを保存してください。でここに醤油とかみりんとかね入れちゃうとその刺激がねコーティングされて出てこないのかちょっと理由は分かんないんですけど、出づらくなっちゃいますんで、この塩だけの状態こいつでね、3,4 時間放置するっていうのがすごく重要なポイントになります。醤油味にしたかったらそれ出来上がったね 3,4 時間後の段階で、食べる直前とかがいいと思うんですけど、醤油と混ぜてね、使ってもらうとかがいいかなと思います。はい、塩漬けにしてから、これね実は3日後です。ちょっと都合が合わなくて、実食のね食べる動画を撮るの3日後になってしまいました。3日後ですが、若干ちょっとね茶色くなってるところもあるかな。フレッシュなね緑の渋い色がね、出てます。はい、じゃあ3日初めて開けます。すごいぞこれ。わあすごい匂い。めっちゃ辛そう。めっちゃわさびです。これめちゃめちゃ香るな。これすごいな。いじめた仕返しがやってきてるんですかね。はい、ちょっとだけいただいてみましょう。辛いうまっ。いいですねこれ。はい、じゃあ今日はねどうやって食べるかっていうと、100均でねこういうの売ってるんですよ。細巻き作るやつ。簡単にね細巻き作れるやつがあって、これでねちょっと細巻きにして涙巻き、ってやつですね、作っていこうかなと思います。はい、では酢飯をね詰めていきましょう。真ん中を
くぼませて、ここにわさびをね入れていきますよ。おー、これはまたごちそうだな。よいしょ。はい、こんなもんでいいかな。反対側にもご飯を少しねくっつけてやります。これで、こいつをサンドする。ギュッと押す。繰り返して枠を取ったら、おちょっとね海苔引きましょう。海苔の上に、よし、海苔を巻きます。ちょっとねまな板が黒いから見えづらいか。よし、包丁を濡らして切っていきましょう。海苔パリパリだ。よいしょ、ずれちゃった。よいしょ、よしよしよし、できた。わさび巻き、これめっちゃ便利ですね。これ100均で売ってます。ダイソーでしたね。試してみてください。はい、じゃあね、わさび巻き、今日はねこいつで、実食していきたいと思います。はい、ではわさび巻き、涙巻きねいただいていきます。今日はね、玉ねぎのサクサク味噌汁、後で動画こいつもね出しますが、一緒に作ってたんでね、こいつも一緒にいただいていこうと思います。醤油少し垂らしてやっていきましょう。いただきます。うわ、うまい、うまっ、すごい。ダメだ、喋ると辛みが、うわー、めっちゃわさびうまい。うわー、もう味噌汁とこいつがあれば最高だなこれ。いや、めっちゃうまいなこれ。めちゃめちゃいじめた甲斐がありました。うまっ。はい、味噌汁もね、うまい。これはね食べてもらいたい。ぜひとも花わさびね、なかなか売ってないのかなとも思います。ちょっとね道の駅とかそういうところに、の方が売ってるかなと思います。なかなかねこの2024年今年ね山菜が結構不作で、なかなか市場にも出づらい状況にあるというふうに聞きました。なのでねもう見つけたらもう有無を言わさずね買っていただいて、試してもらいたいなと思います。今日は花わさび、食べるわさびをね紹介いたしました。今日も動画最後まで見ていただいてありがとうございます。いいね、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。